おはようございます。ケンです。今日のテスラ株かなり動きましたね。チャートを見て少し落ち着かなくなった方もいるんじゃないかなと思います。上がっているとなぜか不安になる。もう遅いんじゃないか。今から入るべきなのか。そんな気持ちが出てくるのはとても自然な反応です。今日はこの焦りや不安を煽る動画ではありません。この動きを感情ではなく構造で整理する、そのための時間にしたいと思います。まずは現状を整理していきましょう。今日のテスラ株は大きく上昇しました。1日で数%動き、価格はこの資料を作っている時点で$447台まで上がっています。ここ数日と比べても明らかに動きの多い1日でした。出来高も増え、マーケット全体で注目を集めたことは間違いありません。ただし、ここで大事なのは、なぜ上がったのか、これを断定しないことです。市場で言われている理由は主に2つあります。1つ目はアナリストのコメントです。ロボタクシーや自動運転を軸に中長期の成長ストーリーを評価する声が出ています。2つ目は自動運転をめぐるニュースがテスラ単体ではなく業界全体のテーマとして再び注目されている点です。ただ、どちらも新しい事実、これが出たわけではありません。期待や見方が少し前に進んだ、それに反応した動きです。はい、ここまでが今日起きたことの整理です。では、ここからが本題です。今日の動きで多くの人が混乱しているポイントがあります。それは、これはもう流れが変わったのか、本格的な上昇の始まりなのかという点です。この問いに答えるためには、短期と中期をはっきり分けて考える必要があります。まず短期の視点です。今日の上昇は業績や数字が変わったことによるものではありません。期待やストーリーに対する反応です。つまり短期的にはセンチメントが動いた一日だと言えます。一方で中期の視点はどうでしょうか。中期で見ると自動運転やロボタクシーというテーマが夢の話から現実にどう実装されるのかという段階に近づいているのは確かです。ただし、それがいつ、どこで、どの形で実際に使われるのか、そこまではまだ見えていません。では、ここで過去のテスラと比べてみます。以前のテスラ株は販売台数や値下げ、利益率といった短期の数字に強く反応していました。だから、いい決算なら急騰し、悪い数字が出ればすぐに売られる、そういう相場が続いていました。でも、今は少し違います。市場は自動運転が本当に社会に出てくるのか、誰が一番早く現実的に実装できるのか、そこを見始めています。つまり評価の軸が少しずつ切り替わり始めている段階なんです。ここまでを整理すると、今日の上昇は答えが出た動きではありません。むしろこれから何を見ればいいのか、その方向を探り始めた動きじゃないかと思います。この段階で上がったから正解、下がらなかったから安心、そう単純に判断するのは少し早いと思います。では、ここから先は今の相場をどう位置づけるべきなのか、そして今このタイミングで投資家としてどう立っておくべきなのか、その整理をしていきたいと思います。では、この相場ですけれども、今どう位置づけて考えるべきだと皆さんは思いますか？まず、はっきりさせておきたいことがあります。今日の上昇っていうのは、テスラの戦略が突然うまくいったというサインではありません。かといって、単なる一時的なノイズで終わるとも言い切れません。今はその中間にあります。なぜなら株価の表面では期待で動いていますが、水面下では評価の軸が確実に変わり始めているからです。これまで市場が見ていたのは売れたか売れなかったか、値下げが利益が落ちたのか、いわば今すぐ結果が出る指標でした。でも今、市場の視線は少し先に移っています。自動運転がいつどの地域でどのレベルで使われ始めるのか、ロボタクシーが本当にビジネスとして成立するのか、そこを確かめに行く時間帯に入っています。だからいいニュースが出ても一気に評価が固まらない。悪いニュースが出ても以前ほど大きく崩れない。これは迷っている相場ではありません。評価を決めるための準備期間だと思います。そしてここで今日一番伝えたい一言を言います。今日は
売る日でも買う日でもありません。これは動かない方がいいという意味ではありません。焦って動く必要がないという意味です。上がったから追いかける、少し下がったから怖くなる、そういう反応が出やすい日だからこそ、一度距離を取るっていうことが大切じゃないかなと思います。では、今は何をしておくべきなのか、答えはシンプルです。次に相場が本気で動く条件を整理しておくことです。例えば、自動運転がどの国でどの形で実際に運用され始めるのか、あるいは次の決算で市場がどの数字を評価し、どこを無視するのか、そういったポイントをあらかじめ頭の中で整理しておく。そうしておくと、次に大きな動きが出たとき、感情ではなく構造で判断ができるようになります。これは短期売買をする人にとっても、中長期で保有する人にとっても同じことだと思います。決算は再来週になると思いますが、来週の月曜日に Q4 のまとめ動画を公開予定です。ぜひその動画をご覧になってもらい、Q4 ではどういったことが起きたのか、これを再度整理してみてください。そしてそこから決算で語られる内容、これでどのように株価が動くのかっていうのを今のうちから整理しておくっていうのがいいんじゃないかなと思います。今日の相場は派手で分かりやすい動きでした。でも本当に大事なのは、その裏側で何が変わり始めているのか、そこに目を向けられるかどうかじゃないかなと思います。こういう日の積み重ねが後から振り返ると、あの時から流れが変わったっていうことはよくあります。次に相場が大きく動いた時、今日の話がどうつながるのか、その視点を持ったまま、これからのテスラを一緒に見ていけたらと思います。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また、株式投資は自己責任のもと行うのが鉄則です。今日の内容を鵜呑みにすることなく、ご自身で考えて投資をするなら投資をするっていうのを最後はご自身が決定されてみてください。はい。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬6回の日程が決まりました。ぜひ真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術を体感しに行きましょう。過去ですが、やはり建築関連の方が興味を持たれていらっしゃるケースが多いです。または不動産関連です。やはり断熱性の悪い建物を電気代を下げつつ温めたり冷やしたりする技術に興味を持たれるケースが多いです。実際に建築関連の方でエコファクトリーのエコウィンを取り扱い始めてくれる社長さんもいらっしゃいます。なので、ぜひエコファクトリーの技術を取り扱ってみたかったり、商業施設に導入したい方には特におすすめです。個人宅にもおすすめですが、イニシャルコストの回収となってくると、オフィスなどの方が早いんじゃないかなと思います。導入実績はかなり多くて、体育館への導入、学校、クリニックなど、導入実績はホームページの方にありますのでご確認いただけたらと思います。ぜひどんな感じなのか、これは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。では日程ですけれども、1月23日の金曜日、これはエコファクトリーの熊本本社で行います。福岡からは一緒に行きましょう。僕の方が車を出します。熊本空港まで来られる方は空港からの送迎はいたします。時間は朝10時から15時ぐらいまでを予定しています。そして2月9日の月曜です。これはエコファクトリーの東京支社で行います。東京は定員が10名です。残り定員が6名となっております。時間は10時から12時で、その後は近くでランチして解散です。僕も朝一で東京の方に向かいます。参加ご希望の方は僕の LINE の方から連絡の方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。